シーザリオが先頭、抜け出した。2馬身3馬身のリード。先頭はシーザリオ。ゴールイン。1着はシーザリオです。最終直線、見事力の差を見せつけました。うわー、マジか。しかもレコードタイムじゃないっすか。すっげえ。ちょっとこれは凄まじいわね。シーザリオさん、あの子どこまで。どこまで。シーザリオはどこまで。私はあとどのくらいやれば。ということで特集 VTR をご覧いただきましたが、桜花賞やはり注目なのはラインクラフトとシーザリオでしょうか。そうですね。ティアラ路線の中ですとその2人の実力が頭一つ抜きん出ていることは間違いないように思います。ラインクラフトの力強い先行力がものを言うか、シーザリオが鋭い末足で差し切るか。桜花賞での熱い初対決に期待ですね。さあそんな大注目の2人ですが、まさかの同門、同じチームアスケラウマ娘同士ということで、本日はアスケラの担当トレーナーさんにお越しいただいてます。トレーナーさん、桜花賞に向けどういったご指導？ダメ、今のじゃまだ差し切られる。シーザリオには捕まっちゃう。桜花賞もう近いのに。どうしよう、私このままじゃ。トレーナーさん、でもそれじゃあ。メンバー的に何ですか？私の力。はい、わかりました。ありがとうございます。
さん、こんばんは。突然すみません。お願いしたいことがあって、明日の土曜日11時から河川敷での自主トレに付き合ってもらえないでしょうか。トレーナー、追加トレーニングに関するご相談です。土曜11時より河川敷にてお付き合い願えますでしょうか。どうしてもこの週末にもっと走っておきたいんです。桜花賞、何としても負けるわけにはいきませんので。トレーナーさん、私と個別トレーニング。トレーナー、私と個別トレーニングをお願いします。トレーナーさん、すみません、突然押しかけてしまって。トレーナー、顔色が悪いですよ。大丈夫ですか？もういいよね、シーザリオ。せーの、ドッキリ大成多分困らせてしまいましたよね。ごめんなさい、トレーナー。さっきのレーンは私とクラフトで考えた冗談なんです。最近のトレーナーさん、すごく考え込んでる感じだったので、今日私に指導してくれた時もちょっと目がぐるぐるでしたし、でもだからこそちょっと強引にでも伝えたかったんです。トレーナーさんの思い分かってますよ、私たち。たくさん考え、心を砕いてくださったんですよね。私とクラフト、双方にとって平等なトレーニングをと。それってとんでもないことですよ。必ずどちらかが勝つのに、同じチームだからってどっちもが勝つ指導をしないとだなんて。なのにたくさん心を砕いてくれてありがとうございます。トレーナー、ここは私たちを信じて、桜花賞までの間トレーニングは私たち自身に任せていただけないでしょうか。もちろん困った時はちゃんと相談しますけど、ただなんていうか、今は見守っていてほしいんです。私たち全力で鍛えて、そして勝ってみせますから。桜花賞で絶対に。トレーナーさん、まあ、頬真っ赤になっちゃってます。すぐ冷やしましょう。トレーナーさんやっぱりあなたは諦めない人なんですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします、トレーナー。